皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、日本の防衛力強化。これが中国や周辺国、韓国や北朝鮮から注目されているということについて取り上げていきましょう。現在、米中冷戦構造の中における戦いは様々な分野で行われています。その中で、準軍事的な意味において、中国と対決を迫られているのが台湾であったり日本であったりする近隣諸国です。そして防衛力を高めるとなれば当然のように相手国はそれを嫌がります。一方的に自分だけが強くなっていて相手の方が弱くなっていけばこれほど都合の良い話はありません。しかし自分の方が軍拡を進めて相手もそれに対応する形で兵力を整備すれば相対的な力の差というものが広がらないわけですから相手にとっては嫌なことです。そうした意味において現在の日本政府が防衛力をどう強化していこうかというのは非常に重要な問題であり、この重要な職務を今担っているのが河野太郎防衛大臣です。それでは今の防衛大臣は日本の防衛力というものを高めようとしているのか、それとも低くしようとしているのか、大臣の発言から見ていきましょう。それでは関連ニュースをどうぞ。河野太郎防衛相、ファイブアイズ加入に前向き。中国軍事専門家が実現した場合の影響分析。日本の河野太郎防衛相がアメリカを中心とした5カ国による機密情報ネットワーク、ファイブアイズへの加入に言及したことについて、中国の著名軍事専門家のジャン・ジャオジョン氏が5日、その影響を解説する動画を中国版ツイッター、ウェイボーに投稿した。河野氏は先月21日に行ったトゥゲンハートイギリス下院外交委員長との電話会談で、ファイブアイズに日本を加えたシックスアイズ構想に前向きな反応を示したと伝えられた。河野氏は4日の会見でも、ファイブアイズの5カ国について、日本と基本的な価値観を共有する国であり、今後も緊密な連携を図っていくとの考えを示した。ジャン氏は動画の冒頭で、日本の防衛大臣である河野太郎氏が自らファイブアイズ加入に言及した。実現すればシックスアイズになる。これほど多くの目は誰を睨むのか。日本が加わった後、世界戦略の枠組みとアジア太平洋地域にどのような影響をもたらすのかと疑問を提起した。そして、最近アメリカが2度にわたり南シナ海で軍事演習を行った。アメリカの軍用偵察機は7月だけで70回以上も中国周辺に現れた。中国近海や沿岸で武力的な挑発と偵察監視活動を行っている軍艦や飛行機はどこから来たのか、その大部分が日本からだと指摘した。その上で、軍艦は主に横須賀や佐世保から、飛行機は沖縄の嘉手納基地から、つまり日本はアメリカの対中武力挑発及び情報偵察の巣窟なのだとした。また、今年3月19日に最新鋭イージス艦マヤが就役したことに言及し、マヤが収集した海空の情報は全て米軍に共有されると説明した。ジャン氏は、多くの人は日本がアメリカに基地を提供しているだけでなく、情報も共有していることから、日本がファイブアイズに加わっても加わらなくても大差はないと考えている。もちろん軍事的にはそうだとする一方で、現在のファイブアイズの性質には大きな変化が起こり始めていると指摘。日本が加わればアジアの目になり、中ロを専門に監視することになる。日本はアメリカによる中国抑え込みの前線基地であるだけでなく、インド太平洋戦略の重要な視点、さらには新冷戦における東方の拠点になるのだと論じた。そして、日本にはしっかりと真偽を見定め、誤った方についていかないようにしてもらいたい。重大な過ちを犯すと後悔することになると警告した。中国の軍事専門家が日本の動向に警戒しているといった記事なわけですが、今度は日本国内における内なる敵、マスコミからの記者に対する対応を見ていきましょう。河野太郎よありがとう。我が国の領土防衛になぜ中国や韓国の了解が必要なのか。何も突拍子もないことを言ったわけではない。河野太郎防衛相がまたやってくれた。自民党のミサイル防衛に関する提言が相手領域内での弾道ミサイル阻止能力の保有を明記したことについて、会見である東京新聞の記者が中国や韓国の理解が重要ではないかと質問した。これに河野氏は、中国がミサイルを増強しているときになぜ領海がいるのか、なぜ韓国の領海が必要なのか、我が国の領土を防衛するのに、と強い口調で答えたのだ。河野氏は何も突拍子もないことを言っているわけではなく、むしろ当たり前のことを言っただけ。自国の領土防衛能力について
安保条約を結び、日本国内に基地を置いているアメリカならまだしも、領海侵入を繰り返す中国や、敵か味方かわからない韓国に、こんな防衛力持ってもいいでしょうかと、お伺いを立てるバカはいないだろう。中国や韓国の理解が重要ではないかというのは、おそらく日本だけでしか聞かれないタイプの質問だ。他の国でこんな質問したら、された方は多分意味がわからないだろう。敵に聞くんですかと。北朝鮮のミサイル攻撃は映画か漫画？ただ残念ながら日本ではこういう質問が普通に出て、政治家もそれにゆるーく答えるというのがメディアにおける当たり前の風景だ。だから毅然と答える政治家は変人と揶揄されたり、保守強硬派などと批判されたりする。もしかしたら日本人は他国が攻めてくるなんて考えていないのではないかと密かに疑っていたら、なるほどという記事を見つけた。朝日新聞のインタビューに対し、岩谷前防衛相がこう答えている。記者が北朝鮮によるミサイルの飽和攻撃に言及したのに対し、岩谷氏は、そういう映画か漫画のような話をすべきでない。日米同盟に本気で挑戦するのは自殺行為だ。蓋然性は極めて低いと答えているのだ。北の攻撃は漫画？これが河野氏の前に防衛省だった人の認識なのだ。ポスト安倍は平和ボケでない人。政治家も記者も冷戦の平和な時代の癖が抜けていないのだろうが、現代の国際情勢は全くそうではないし、日本国民もそのことに気づいている。河野氏は自民党総裁選への立候補に意欲を示しているが、まだ早いとの声も根強い。政治家としてもう少し幅広く経験を積んだ方がいいかもしれないが、平和ボケしていないことは次の日本のリーダーとしてとても重要な資質ではないかと思うのだ。それでは今回のニュースについての解説、ポイントは3つ。まず第1に Five Eyes について、そしてポイントの2は防衛力強化について、そしてポイントの3つ目は今後の日本のためにどのようなことが考えられるか、この3点について解説を行っていきます。それではポイントの1つ目、Five Eyes について。Five Eyes については詳しい動画というものは以前作成していますので、動画の説明欄にそのアドレスを載せておきます。ですから今回は非常に簡単に Five Eyes について説明します。Five Eyes とはアメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、この5つの国による機密情報の取り扱いを定めた同盟のようなものです。そして日本はこの Five Eyes に加わるような形というものを目指していますし、また Five Eyes の側としてもこの米中冷戦構造においては日本というのは決してのけものではなく、中国と対決する時のまさに最前線に当たる国でもあり、Five Eyes への加入というものが現実的な話になろうとしています。もちろん、ここには一つ大きな問題があります。皆さんもご存知のように、そして皆さんも問題意識として持っているはずのこのFive Eyes への加入、そこには大きな障害があります。それは日本においては対スパイ法といったものがしっかりと明確に定められて整備されてはいません。しかも、諜報機関についてもそうです。警察機関の付属品のような扱いでわずかにあるだけでは決して本格的な諜報機関と呼べるようなものではありません。しかし、河野防衛大臣が前向きな発言をしていることからもわかるように、少なくともFive Eyesに加わることが全くないわけではありません。日本としてはこのFive Eyesに加えてもらえるものならば、まさに同盟としての絆が非常に深くなることでもあり、私は参加を目指すべきことだと思います。むしろ、対スパイ法や本格的な情報機関がなぜないのか、このことをもっと問題にすべきだと私は考えています。そして、ポイントの2つ目は防衛力強化について。中国の軍事専門家が日本の防衛力が高まることに懸念を表明しているわけですが、このことについては私は当然の反応であると同時に別に無視していい話でもあると思っています。なぜならば日本の防衛力が高まることによって相手国が警戒するというのは自然な反応だからです。そして相手が警戒するということは少なくとも日本側の防衛力を高めるという行為が間違っていないことを示しています。現在日本ではまだまだ本格的な議論とは言い難いところはあるのですが、敵基地攻撃能力についての議論が行われ始めています。その中において導入が検討されているのが巡航ミサイルトマホークです。このトマホークをイージス艦に搭載することによって中国や北朝鮮、韓国などに対する敵基地攻撃能力を持つことが可能になります。このトマホークミサイルというのはまず信頼性があります。実戦経験が非常に長い兵器でもあるため、費用対効果というものがある程度読むことができます。そして非常に重要なことは、
相手方からミサイルが日本側へ飛んできた時への迎撃ミサイルというものがあるのですが、一方で日本の側から敵基地を攻撃する際に、相手側には迎撃ミサイル網というものが整備されているわけではありません。例えば北朝鮮が日本にもしかしたらミサイルを撃ってくるなということが分かったとした場合、日本側からミサイルを撃ち込んだとしても、北朝鮮には防御する手段というものはありません。基本的にはひたすら耐えるしかないのです。そうした意味において、トマホークミサイルというのは、まず第一に、迎撃ミサイルよりもはるかに安い値段で用意することができますし、しかも攻撃する際には相手方には迎撃ミサイル網がないのですから、必ずある程度の成果を望むことができます。ですから非常に防衛力を高めるという点においては、コストパフォーマンスが良いのです。そしてこの記事で触れられている一つの問題点は、中国や北朝鮮、韓国といった敵国に対する理解を求めているのかというこの質問それ自体が非常におかしな話であります。これは一つ例え話をしましょう。もしもあなたがどこかの一軒家に住んでいたとしましょう。そして鍵を交換することを考えました。今、鍵というものはより高性能なものが非常にたくさんあります。ですが、その鍵を交換する際に、自分の家に泥棒に入ろうとしている人物に対して、鍵を交換しようと思うんですが、あなたは理解してくれますよねと聞く必要があるでしょうか。全くそういった話をする必要はありません。今の話というものはあくまでも自分の家を守るための話を泥棒に対してするのかどうかといった話なわけですが、このぐらい口頭無形な質問なわけです。なぜ自分の国を守るのに様々なことを考える、そのための準備というものが他の国、特に敵国と考えられる国に対して理解を求める必要があるのでしょうか。河野防衛大臣が質問した記者に対して中国に了解を求めるようなことは必要ではないといったことを返答しているのはそういった意味なのです。このような全く無意味な質問を大臣と直接やり取りできるような場に送り込んでしまう、そうした東京新聞社の人事採用やもしくは社内の風土、そして企業体質といったものに大きな問題があるように私には思います。そしてポイントの3つ目は今後の日本のために何をすべきか。今回話の中心になっているのは河野防衛大臣でした。河野防衛大臣は外務大臣などを経験したこともあり、その中において敵国である中国や北朝鮮、韓国といった国々との外交や防衛問題に直面してきました。この経験は非常に良いことで、その経験の中で私たちが見られている行動というものはすべきことを順次行っているということがわかります。もちろんもっとこれ以上にできることがあったはずだという議論があるのは避けられませんが、少なくとも今の方向性としては非常に良い方向に向かっていると私は思っています。例えば今回の話で出てきたようなファイブアイズに加わるための話というのは当然のように足りない部分、法律の整備や諜報機関の整備といったところにも話は波及するでしょうし、また、敵基地攻撃能力を獲得するという議論においても、中国や韓国に理解を求めるようなことが必要なのではないかといった国内の報道者からのちょっとした牽制などに対しても、毅然としてそんなものは必要ないと言える、こういった態度というものは非常に重要だと思います。しかし、非常に重要なのは、これらの行為や行動、そして方向性といったものは、決して反中や反韓といった単純にまとめられるような話ではなく、あくまでも日本の防衛や外交上において必要なことであって、何か感情的な対応といったわけではないのです。おかしいものにはおかしいと言い、そして必要なことには必要な措置を取るというのは、あくまでも自然なことであり、これらが反中や反韓といったレッテル張りをするのは私はおかしなことだと思います。そしてちょっとした余談ではあるのですが、諜報機関の名前は忍者が良いと思います。日本の組織であれば、ジャパン何々といった形で J で始まることが多いのですが、私は知名度から言っても忍者という名前をそのまま付けることが良いと思います。海外の諜報機関、例えば CIA であったり MI6 であったり、そういった組織というものは、人物に対して使うとき、例えばあなたは CIA の人間かと言ってそうだという話になれば、それはその人がスパイであるかもしれないという、ある意味みんなへの認知度が非常に高いことになります。ですから日本の諜報機関の名前が忍者であれば、忍者に所属している人といえばイコール諜報員ということはすぐわかりますし、その知名度の高さは世界レベルであって、この知名度を生かさない手はないと思います。そして巡航ミサイルのトマホークなどですが、私は敵基地攻撃能力は持つべきだと考えています。ただし、トマホークミサイルというものを採用すれば、すべての問題が解決するというわけでもありません。まず第一にトマホークは
日本国産のミサイルではありませんから、お金さえ準備できたら、日本独自で極超音速ミサイルというものを開発し、独自の国産ミサイルというものを未来には配備すべきでしょう。皆さんは今回の私の解説についてどのようなことを考えたでしょうか？ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。